しょー。はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。なんかこの挨拶久しぶりにしたな。いやまあね、そんなことはどうでもよくて、見てください。我が家のね、寝室ももう8割方完成して、今ね、めちゃくちゃいい感じになってます。ほんまに快適な寝室がね、できました。で、そんなね、快適になった寝室に、今回、こちらスイッチボットさんのロボット掃除機がやってきました。はい、こちらのね箱にも記載されてる通り、狭いところもスイスイ綺麗、部屋の隅も壁際も自在にかける日本人の繊細さに合ったロボット掃除機。はい、ということでね、そうなんです。実はね、こちらのロボット掃除機、日本のユーザー2500名以上にアンケート調査を行って、日本人にとっての使いやすさっていうポイントにフォーカスをして、開発された世界最小級のロボット掃除機なんです。いや、楽しみだな。早速ね、開封してみたいと思います。一番上にこれ取扱説明書が入ってましたね。わ、この子です、この子です。よいしょ、出してみよう。うわ、すごい、ほんまに超小型。めっちゃちっちゃい。ほんまに想像してたよりもはるかにちっちゃいわ。よいしょ、オッケー。これがこれがあれや。ここにロボット掃除機が帰ってくるステーションやね。なるほど、ステーションに帰ってきて、でゴミをこのタンクに吸い上げるということね。はい、これで全部かな。よしよし。早速ね、ちょっと掃除してもらいたいと思います。ここを押すとね、清掃開始するみたいです。清掃開始します。お、すげえ、下のプロペラが回り始めた。おお、動いた。すげえ。部屋の間取りとかの情報を入れていってるんですかね。なるほどなと。ここには障害物があるなっていうのをみっちゃんなんやこいつっていう感じみっちゃんも慣れてな、早く。うわ、すごい、ちゃんとやっぱほら椅子の下も通りましたね。ほら、椅子の下もスイスイ行くわ。すごっ。マジですごいみっちゃん、マジですごい。椅子の下も通るんか。すげえ、ベッドの下入っていった。気になるな。清掃中断します。でもう一回こうした清掃中断して、でね、この1個上のこのボタンを押すと充電を開始しますって言うて、このね、さっきおったこのステーションにね、自動で戻るみたいです。帰りなさい、お家に。書いてます。すげえ。賢っ。くるっと回転して最後バックすると。充電中です。すげえ。
はい、ということで、実際に掃除してる様子っていうのを見てもらったんですけど、いかがだったでしょうか。いや、マジですごくないですか。こちらの本体は直径が 248mm で高さが 92mm のね、かなりコンパクトな作りになってます。だから先ほど見てもらった通り、ああいうね、オフィスチェアの下もスイスイ掃除できるし、こういうベッドの下もスイスイ掃除できると。やっぱりベッドの下とかってすごい掃除が大変じゃないですか。でもこれがあることによって、そういうね、狭い場所とかでもくまなく掃除することができるっていう、いやほんまに便利。この子は小回りの利くコンパクトな作りになってる一方で、こっちのこのゴミ収集ステーション、これはね、なんと4リッターの大容量なんですよ。で、70日間ゴミ捨ての必要ありません。めちゃくちゃすごいですから、70日間ですよ。いや、これほんまにね、ズボラな人にもってこいですね。もう僕もね、結構ズボラな性格なんで、頻繁にね、ゴミ捨てせなあかんとかやったらめんどくさいなとか思うんですけど、これ70日間なんで、マジで楽。で、この子さらに掃除機機能だけじゃなくモップ機能もついてるんですよ。これはね、ちょっと別売りになるんですけど、こういう感じでね、専用のお掃除シート、使い捨てお掃除シートっていうのを取り付けることでモップがけまでしてくれると。いや、どこまで楽させてくれるんですか。でね、音に関してはやっぱりね、掃除中は若干ねします。でも全然気にならないレベルですね。それこそうちはこういう古民家で戸建てなんで、あんまりね騒音出してもそんなにね、気にすることもないんですけど、やっぱりマンションだとかアパートとかそういう集合住宅に住まれてる方って、こう夜間に掃除したくても明日の人に迷惑かけるんじゃないだろうかとかってなかなかできなかったりするじゃないですか。そういう方々にでもこれぐらいの音やったら全然ね、夜間に使用しても、何一つ問題はないと思います。はい、というような感じで、いろんなね、優れた特徴だとか便利機能っていうのがあるんですけど、でもやっぱりね、この子の一番優れた部分っていうのはこのね、コンパクトさ、これに尽きると思います。でね、実際ね、こうやって持つとね、めちゃくちゃ軽いんですよ。だからこうやって持って、それこそ違う部屋に運んだりだとか、あとね、2階に運んだりとか、そういうのもできるし、ほんまこれ1台があることによって、ほんま掃除っていう面においてはだいぶ時短できると思います。はい、今日からね、僕もこの子とスマートホーム生活していきたいと思います。よろしくね。よろしく。はい、ということで、こちらのロボット掃除機 K10 プラス、概要欄の方にね、リンク貼っておりますので、気になる方、ぜひチェックしてみてください。はい、今日の動画なんですけれど、前回ね、あっちの寝室のラクダナっていうのを作成して、寝室もだいたい8割方ぐらいは完成して、で、総集編で 100% 完成した様子を皆さんにお届けするっていう風に言ったと思うんですけど、総集編の方がね、まだちょっと編集中でして、で、DIY に関しては寝室の次は、こっちのね、リビングの方にね、手をつけようかなと思います。で、今のリビングの現状がこんな感じでして、こっち半分に床がついて、こっち半分はまだ地面むき出しっていうような状態です。要はリビングにかかるっていうことは、こっち半分にもね、床をつけたいっていうことなんですね。で、床をつけて、こっちの南側の壁を、綺麗にやり替えたいなっていう感じです。はい、というような感じでして、このリビングにねかかる前に、ほんまはね他にもやらなあかんとこっていうのはあるんです。それこそね、寝室の北側の壁、外壁かもう終わってへんし、そっちとかもやらなあかんねんけど、やっぱりいかんせん一人でやってるもんで、こう手が回らないんですよね。手が回らないっていうのもそうやし、やっぱり予算ともね相談した上で進めていかなあかんっていうのもあるので、いろいろね難しいところなんです。でもなんせね、このリビングっていうのはね、とりあえずカッコつけたいなっていうのはずっと思ってたんで、次はねリビングにかかります。これね、もうね、これまで動画で幾度となくここのね状況っていうのは映し出されてきたと思うんですけど、そうなんです、もうねえげつない状況になってます。あちゃー、これひどいですね。でこっちにもね、ここら塗料とか置いてて、でここは工具とか置いてるんですけども、ここらもほこりすんごいかぶって、ちょっとダメですね、これはほんまに片付けな。でこっちのリビングの床のついた方も
これ何ですか？まあこれまでね DIY でいろんなものを作ってきて、当然ねいろんなものを作ってきたらそれに使った材っていうのがあるわけですよ。でね、やっぱりその材っていうのはホームセンターとかで買うとやっぱりどうしてもね規格で売られてるんです。例えば 2m 売り 3m 売り 4m 売りみたいな感じでね、もう規格で売られてると。だからどうしてもねやっぱりね余っちゃうんですよね。端材っていうのが生まれてきちゃうんですよ。でその端材はこう DIY とかしていくとね、なんかここちょっとこれぐらいの短い材が欲しいなみたいな時にこういう端材っていうのは重宝するんですよね。だからこれまで捨てずにずっと溜め込んできて、ここにねこんな感じでね積み上げてきましたで今回リビングに床をつけたいってなってもこんな状況やとね床が作れないわけです。なので今日はお片付けをねしたいなと思います。はい、それでは頑張っていきます。よっしゃ。いい感じで回し。これいいな。これ使えるね。よっしゃ。OK。よしよし、こういうこと。いいね。こうして
はい、こういう感じでめちゃくちゃいい工具入れがねできたんで、次はこっちのね、こういうね長門の端材を入れる収納ボックスみたいなのね作ろうかなと思います。おっしゃ、いい感じ。こういう感じでね、真ん中に仕切りが1個あるこのボックスっていうのがねとりあえずできました。あとはね、これに底をつければもう完成ということでいいね。よし、できた。はい、でここね、うちのこれ納屋なんですけど、納屋のねこの外になぜかノジ板がねめちゃくちゃあるんですよ。ここらのノジ板ねちょっと使います。はい、あるもんは何でも使うということで。すいません、お邪魔します。すいません。すいません、ごめんなさい、ちょっとすいません。よいしょ。すごいですね、天然の IB が天然 IB がほらロジータのこう状態綺麗なんじゃない？ガの卵がこれ使います。
これとか、あとはこういうの、割れてるな。けどこっちとか使えんじゃね。これ使いましょう。あるもんは何でも使いましょう。もうね、なぜ端材を収納しておくための、単なるラックなんで、もう状態はね何でもいいんですよ。はい、いい感じのねノジ板を確保しました。無料ですからね。やったね。よし、オッケー。オッケー。はいはいはい。よしよし。しゃ、来た。完成。はい、とりあえずこんな感じでね、ここ玄関土間にこれね置いてみました。でこっちが長物の材とかをねこう立てかけるやつで、こっちがちょっとしたね小物の端材をね並べるやつっていうような感じでね、いいんじゃない。ここにちょうどすっぽり収まりました。中長手前、超長もんこっちみたいなこれ懐かしい。これ風呂場転圧した時のやつやいっぱいセメントついてもすごいな、これ懐かしいな。これ思い出の品なんでね、ちょっとこれ置い
しゃ。おー、いいね。まだまだ入るよ。最高やん。あれ、マーブル収納されてたそこに今から柱置きたいねんけど。マーブル、この一番下段に大きい柱を巻き棚やんマジで。オッケー、いいね。ビスがいっぱい。お、完璧。気持ちいい。しゃ。OK。よし。はい、無事片付けが終わりました。いやー、めっちゃ疲れた。はい、まずここにね、大量の断熱材であったり、ちょっと長物の端材、こまごました端材がねいっぱい積んであったと思うんですけど、綺麗さっぱりになりました。うわー、こんな綺麗なとなんかめっちゃ広く感じますね。こんなスペースあったんやっていうような。いや、いいね。でそれらの端材をこういう感じで、奥には巻き棚風なね収納を作って、ここには長物を入れる、はい、キャスター付きのボックスを作りました。いや、もうめっちゃすっきりした。で今後もねいろんな DIY していったらいろんな端材が出ると思うんですけど、まだまだね入れるスペースっていうのはあります。はい、なのでここにねどんどんストックしていって、で逆にDIY しててちょっとした端材が欲しいなっていう時はここからね探して引っ張ってきてっていうようなね感じもできるんで、いや良かったです。でまたねここの玄関止まりにねちょうどいいぐらいのスペースがあったんですよね。ここにスポッと収まった2つ。はい、もう完璧、測ったかのようや。はい、ほんでここもね今までねどちらかってた工具だとか塗料とかそういったもんもねこういう感じで固めました。これがね今回作ったやつなんですけど、で一番下段にはねこういう感じでねペンキとかの塗料をね入れてます。
で2段目には僕のね工具ですね、はい、を入れてて、で一番上の段にはビスだとかこういうね腰袋とか、こういうクランプとかね、そういった細々したものをね置いてます。いやほんまにめちゃくちゃすっきりした。ほんでねここのね元から床がついてた部分もね結構綺麗にしました。でここらなんで綺麗にしたかっていうとねこっちですよね。ここら床のついてない方にもこれからね床をどんどんつけていくんで、今あるねこの作業台、これをねこの上に移動させる必要があるんですよね。はい、なのでここは綺麗にしました。で作業台はねここに置こうと思います。はい、でここに置いて、でねここにね真ん中にね柱があるんですよ。あっちにもあると思うんですけど、この柱を境にねちょっとねブルーシートをね貼ろうと思います。はい、やっぱりねここに作業台を置いて丸の子とか使うとねすごいねホコリだとか粉塵が舞うんですよね。でそれがねこっちのね居住スペースに飛んでいかれると困るので、でここらにねブルーシートを貼って、でこれからね冬になっていくと思うんで、ここにね猫ちゃんのねこたつを置いたりだとか、ちょっとしたねテーブルとか置いて、はい、ここでねこっち半分を居住スペースっていう感じ、はい、でここを作業工房みたいにするっていう感じでやっていこうかなと思います。はい、というような感じでねかなりねすっきりしたと思います。めちゃくちゃ綺麗になった。いやー、今年中にねどこまでできるかっていうのはねまだちょっと未知数なんですけど、でやっぱり床工事はね僕でもできると思うんですけど、壁工事とかになってきたらやっぱりね柱の立ちだったりとかやっぱ構造に結構関わってくることなので、またね大工さんとかにもねうちに入ってもらおうかなと思います。はい、何はともあれね、これまでずっと掃除せなって思いながらも怠ってきたね、はい、お片付けっていうのをできて良かったなと思います僕はいつもね尻に火がつかないとなかなかね始められない性格なんですよねはい、こんな感じでね今日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。